今日は絶対に失敗しない方法を教えたいと思いますんで、ぜひご覧になってください。はい、皆さんこんにちは。大阪淀屋橋のレストランプレスキュー佐々木です。今日はですね、キッシュをやっていきたいと思います。で、皆さん好きなカニの、ズワイガニのキッシュをやっていきます。キッシュをやる中でポイントっていうのはやっぱり液体を注ぐんですよね。茶碗蒸しのネタのような、卵の液体なんですけど、それを注ぐ時に液漏れをしてしまう、もしくは、パイを焼いた時に割れてしまったりということが原因でよく、うまくいかない、失敗しましたっていうのが多いんです。今日は絶対に失敗しない、絶対9割失敗しない、方法を教えたいと思いますんで、ぜひ、ご覧になってください。まずタルトの、型なんです。こういう今日は16センチを使います。16センチの、こういう型ですね。底が抜けるような型で、ここに薄くバターを塗っていくんですね。この方はバターを塗る前に、冷蔵庫で少し冷やしてた方がいいと思います。で、この横もきちんと塗ります。次に、今日は練り込みパイ生地です。パータブリゼっていう。で、もちろん市販の型が、あると思います。例えばこういう型ですね。こういうの売ってると思います。甘くなければこういうの使ってもらって全然大丈夫です。これがだいたい3ミリぐらいに伸ばしてます。で、3ミリぐらい伸ばしたものを型にだいたい同じぐらいに端が来るように置きます。で、まずは型を中に落とし込んでいく。貼っていくんじゃなくて落とし込んでいく。だからゆっくりとこういうふうにストレスなく伸ばすんじゃなくに落とし込んでいく。これ大事です。こういうふうにしないと、生地の引っ張られた分の厚さが変わってきたり、割れたりする原因になるんです。ここに落とし込んでいく。この時はまだ何にも力入れてないです。生地をまっすぐして上から下に落としてるだけです。全体的に落ちてきたら、今度はここの角を指で、この際をしっかり入れてやる。これがないと、型に密着してないんで、縮んだ時に割れやすくなるんですよ。ここをしっかり押さえて角をつけてやる。爪が伸びてる人なんかは逆にこういう指の腹を使ってもらったらいいと思います。こういうふうに親指の腹でこの角をつけてやります。回しながら回しながら回しながら。そうするとこういう綿棒でコロコロ余分な生地を取ります。で、ここで終わりじゃなくって今度は指の腹の部分、この横ですね、使ってこの溝にグッと押してやるんです。グッと。そうするとこのガタガタっていうかデコボコのところにもきっちりと密着するし、上この生地がグッと上に上がってこれが綺麗な形になるポイントです。こういうふうになみなみに。で、この時も爪を立てないように型を回しながら回しながら回しながら、こういう感じです。いいですか？で、ここで当然空気が入ってると浮いてくるんでデコボコになります。フォークで穴を開けてやる。ここまでは普通のキッシュと何ら変わりがないです。いいですか？しっかりと穴を開けて、こういう、オーブンペーパーですね。こういうものを用意して、で、
これを敷くときもさっきの、この綺麗な模様になってる部分が崩れないように。で、こういうオーブンのストーン、タルトストーンっていうやつ。こういうやつを敷いて、これをオーブンに入れます。だいたいこれで180度で25分。今日はこのままやっていきますけども、本来生地っていうのは小麦粉と水分と力が加わるとグルテンって縮もうとする力があるんです。こういう生地もんに関しては伸ばして、型にはめた時点で1時間ぐらい冷蔵庫に寝かしてください。そうすることによって縮もうとするグルテンが落ち着くんで、焼き縮みが少ないです。だからこのまま、冷蔵庫で寝かしてからオーブンに入れて180度25分経ったら、今度はこのタルトストーンが入ってるところが焼けてないんで、これを取ります。取ってそのまま入れて約8分、5分から8分ぐらいでこの底を焼いてやります。で、これを焼いたものがこういう形です。で、だいたい液漏れしないようにするには、ここに、卵を塗ってもう一回オーブンに入れてっていう風に膜を作ってやったりとかあるんですけど、そういう、めんどくさい工程は今日はしません。ですから、簡単にできると思うんで、やっていきたいと思います。じゃあ次にここに流し入れる、ネタですね。要は、流し込むアパレイユってフランス語では言うんですけど、卵とか牛乳とかそれを作っていきたいと思います。まず全卵をで、少しのナツメグ。ナツメグがなくてもいいです。もちろんナツメグを使うときってこんなもんです。ごく少量。ナツメグって、一度に大量な、量を取ると中毒性があるらしいんですよね。次ポイントです。牛乳生クリームが入るんですけど、これを入れてよくかき混ぜて塩コショウをしました。これが普通のアパレイユ、要は流し生地って言われるものです。今日はアガーっていうのを使います。アガーっていうのは、ゼラチンのような凝固剤ですね。で、よくパティシエ、お菓子の中でも使うし、フレンチでも使います。何が違うかというと、これは海藻からできてるんです。じゃあ寒天と一緒じゃないなと思うんですけど、寒天って皆さん寒天ゼリーとか、食べたら分かると思うんですけど、食感がね非常に、悪いっていうんですか、滑らかさがない、ポロッポロッとで、硬さも硬くなる。で、何がどうなのっていうのは、要はこれで少し固めてやるんです。液体を固めることによって液漏れしにくくなるんですよね。それとオーブンに運ぶまでの間、満タンに入った液体がこぼれなくて済む。これなんです。で、じゃあなぜゼラチンじゃないか。アガーっていうのは常温で固まってるんです。だから夏場のゼリーとかはこのアガー使う人が多いです。で、鍋の中に牛乳入れます。で、生クリームを入れます。生クリームは 47% の動物性です。これは植物性じゃなくて動物性を使ってください。ここでアガーを入れときます。よく混ぜます。これまだ火がついてません。ダマになりやすいんでよく混ぜてやります。ここから強火でいいです。要はこのアガーを溶かしてやるだけです。90度以上で溶けます。ですから、沸く寸前で大丈夫です。さっと沸いたらいい感じです。はい、OK です。これをこします。まず
そしてこれを冷まします。このままだと卵に火が入ります。だから少し熱が取れるまで冷まします。で、粗熱が取れたらここに、混ぜ込んでいきます。そんなに冷たくしなくても大丈夫です。で、これをもう一回こしてわかります？氷がついてたところはもう温度が下がってきてるんで、若干濃度が出てきてるっていうのがわかりますかね。で、これで、冷ましておきます。だから常温でも全然大丈夫なんで、粗熱が取れるまで、この状態です。で、次に、中に詰める具材です。玉ねぎはスライスです。これ厚さは関係ないです。そしてベーコンはだいたい角切りでいいんですけど、短冊切りでもいいし、その辺はお好みです。今日は、カニをメインにしたいんで、そんなにたくさん入れないんで、こういう風にちっちゃく切って、ばらけるようにしてます。で、カニはこういう棒状になったもので大丈夫です。で、半分ぐらいに切ればいいですかね。もちろんほぐしてるやつでもいいんですけどね。ほぐしてるやつもいいですし、缶詰でもいいと思います。家でやる場合は。ではこの、中に入れる具材を、炒めていきます。はい、フライパンにオリーブオイルを熱します。で、玉ねぎから入れます。で、色付けない方がいいです。変に甘みが出なくて、カニの場合ですね、カニが持ってる風味を生かしたいんで、変にしっかり炒めて玉ねぎの甘みを出すっていうよりも、玉ねぎは、ほんのりした甘みと、あと食感が少し残れば美味しいかなと思いますんで、玉ねぎがちょっと色が変わってきたら中火にします。で、次にほうれん草を入れます。これはほうれん草の葉っぱだけですね。軸を取ったやつ。家でやる場合はそんなに軸が入ってもいいと思います。で、塩。だいたいこれで 1g 半ぐらいです。胡椒。で、ほうれん草もしっかりと炒めなくても水分が多いんで、熱を加えてちょっとこの色が変わってきたなっていうぐらいでいいです。で、最後にベーコン。これはもともと火が入ってるんで、この風味、あと味が入ればいいんで、軽く炒めてやる程度です。ほうれん草が、色が変わって火が通りました。玉ねぎは白いですけど透明になりました。ベーコン、香りが出ました。ここで揚げます。で、こういったキッチンペーパーのところに揚げると余計な水分、油分もそうですけど、ほうれん草が持ってる水分が取れるんで、こういうところに揚げます。タルト生地、焼けたタルト生地に敷いていきます。全体に混ざるように。
こういう感じに広げていきます。そして、さっきのカニを全体にいくように切った時と、あと焼いた後このカニの赤い筋が残るんで見た目にも綺麗かなと思ってます。はい、これ分かりますかね。ドローンとしてきてるの入れてみましょうか。今日合わせたこの生地が、約2台分なんで、これの半分を流していきますね。これ分かります？これこの濃度、これを流し入れます。いくら濃度あるといえ、流す時に一気に入れるとこぼれてしまうんで、こんな感じでチーズを振ります。これはグルイエールチーズを今日は使ってますけど、とろけるチーズでもいいです。ピザチーズでもいいです。チーズが美味しい方が食べた時に本当、全然違いますね、高級感が。で、例えば、パーティーの時、もしくは、家に帰ってくる時間が、家族違うと。で、そのまま焼き時間を合わせたいっていう場合は、このまま冷蔵庫入れて構わないです。で、なぜアガーを使うといいかって言ったら、濃度が出るんじゃなくて、このまんま液漏れしないです。例えば、この状態で冷蔵庫入れときます。じゃあこの型を、生地を焼くときはバターを塗ったりしないといけなかったけども、オーブンで焼くときっていうのはこういう型にポンと入れればいいだけなんです。だからこの型ごと冷蔵庫入れたり、どうこうっていうことはしなくて、このまま入れてて、じゃあ、焼きますよっていう時にこの型にはめてやるんですよ。こうやってでこのまま、焼いていきます。だいたいオーブン180度で30分ぐらい。これはもうご家庭のオーブンで、色を見ながらやっていってもらったらいいと思います。じゃあこれで、約30分ですね。僕入れます。はい、じゃあ30分経ちました。オーブンを開けてみてみましょう。うわー、いい色ですね。こんな感じです。最高の焼き色がついてます。で、キッシュはあったかいままでも美味しいし、冷めても美味しいです。じゃあ早速これを外していきます。ね、滑るでしょ。液漏れしてるとこれがひっつくんですよ。で、このパイがサクサクになってないです。だから液漏れもしてない、失敗しないっていうのはこういうことなんですね。で、せっかくなんでちょっと切ってみます。はい、こんな感じで完成です。はい、それでは早速食べたいと思います。生地がサクサクで、中のアパレルがすごく柔らかくて、口の中でいっぱいカニが感じられるお味です。ぜひ皆さんもお試しください。